おはようございます。デルスです。プロジェクト無限を待ち望んでいる皆さん、こちら PV のスクリーンショットなんですが、これなんて書いてあるかわかるでしょうか？これすぐわかりますっていう人は、僕以上の変態無限ニストですね。お疲れ様です。今回私、プロジェクト無限のゲーム内に登場する全ての文字を集めてですね、解読してきました。ちなみにこの画像の左側、この青いお店はコンビニみたいです。フード、ドリンク、アイスクリームと書かれています。でこちら右側のこの建物はライブハウスみたいですね。入り口にライブハウスと書かれてます。というわけで今回はですね、新情報がないなら作っちゃえばいいじゃないの精神でですね、無限のゲーム内文字の解読結果の共有と PV 内に登場した単語っていうのを、全て紹介していこうと思います。さらにはですね、文字の解読から見えてきた無限の探索要素についても考察していこうと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。よろしくお願いします。それではですね、もう最初に解読結果をお見せしようかなと思うんですが、こんな感じになってます。ちょっとね、PV のスクショを使ったんで画像が荒くて申し訳ないんですけれども、一応概要欄に Google スプレッドシートの共有リンク貼ってありますので、興味のある方はそちらから見てみてください。全アルファベット26文字のうちですね、J と Z 以外の解読は完了したと言ってもいいかなと思います。解読の方法としては、超古典的なやり方で、そのゲーム内文字に対応するアルファベットっていうのをいくつか仮定して、一つずつ他の文字列と照らし合わせて確定したら潰していくっていうやり方ですね。その実際のやり方っていうのを PV 見ながら少しだけ紹介しておきます。まずこのロゴが消えた後の1フレーム目ですね。もうね、このコマだけでほぼいけます。でね、この1コマ目の影響力半端ないんですよ。皆さんぜひこの画面一時停止するなりなんなりでじっくり観察してみてほしいんですけど、このね、左のお店、先ほどアイスクリームとか書かれてますよっていう風に伝えたんですけれども、ここです。この白いとこね、これ明らかに1、2、3の並びなんですよね。もうこれ見つけた時も飛び跳ねましたね。で、これを1、2、3だと仮定すると、これだけで7文字仮定できます。で、さらにその右側ですね、これパッと見ドアに見えちゃうんですけれども、 R はすでに他の文字仮定してあるので、横の絵柄的にこれおそらくブック、本じゃないかなというふうに仮定しました。しかもその下にはですね、全く同じ文字が入った文字の並びが書かれていて、ブックの最後に1文字だけついてるので、これブックス、複数形の S だろうなというので、こちらも仮定できます。となるとこの下の文字列はですね、All Books Have になるんじゃないかなと。いやいやお兄さん、All Books Have って英文法どないなっとんですかっていう話になるんですけど、僕もね、All Books Here とかの方がしっくりくるかなと思ったんですけど、E もね、R もすでに別の文字仮定してるので、ここを見た目で Have に仮定するしかなかったという形ですね。All Books Have、本なら何でも揃う宮脇書店本店的な、そういう形ですよね。これ分かる人同郷です。で、こうなってくると、この左側の文字はレアじゃないかと仮定ができます。さらに上の青い部分も同様にアイスクリームかなというふうにこれ仮定できるわけです。この1コマだけでですね、14文字仮定できるんですよ。アルファベットって26文字あるので、半分以上ですよね。半分以上はもうこのコマだけで仮定できました。あとはですね、この仮定した文字っていうのを他のシーンに登場してきてる文字列と照らし合わせて、それが正しいかどうかっていうのを判断していく流れになります。例えばこの看板見ていただくとですね、これ対応表によると、これ明らかにサメっぽい絵柄でシャークと書かれているという風な判断になりますので、じゃあこれおそらく SHARK の5文字は正しいだろうなという風に仮定から確定に変わるわけですね。同様にこの看板も Welcome の W 以外は対応表通りに読めますので、じゃあこの1文字目を W と仮定すれば、残りの6文字はもう確定するというような流れになります。この流れをですね、私15時間ぐらいPV とにらめっこし続けました。その結晶がこの対応表ということですね。疲れましたっていう感じなんですけれども、 J と Z だけは分からなかったんですよね。これかなっていう文字は見つかったんですけれども、英単語に当てはめてこれが Z かなみたいな仮定するっていう段階にすら進めなかったんですよね。J と Z なんでジュースとかズーとかそういうのあるかなと思って探したんですけれども、なかったです。これはね、もし視聴者さんの中に私もゲーム内文字の解読やってるよ
っていう人いれば、J と Z どうなってるかっていうのはぜひ教えてほしいですね。多分今公開されてる2本の PV じゃ無理かなと思うんですけど、もっと PV 出してくれよっていうね。で、こっからですね、一応僕が見つけた27単語、こちらをざっと見せていこうかなと思うんですけれども、今回この文字の解読をやってですね、すごい楽しかったんですよ。あ、これあれやっていうすごい楽しみがあったので、ぜひね、皆さんにもやってほしいなっていうすごい時間かかりますけど、ぜひやってほしいなっていう気持ちがないわけではないので、一応自分でやりたいよっていう人は次のチャプターまでスキップをしてください。では紹介していきますね。いや、こう見ると意外と少ないかな。頑張って探したんですけれども、おそらくこれでほぼ全てかなと思います。個人的にはですね、ライブハウス、ウェルカム、あとアーケードゲーム、この辺を見つけた時は、なんかこう無限の世界の片鱗に触れたような、そういう感覚がして、すごい嬉しかったのを覚えてますね。で、唯一謎なのは、この真ん中に置いてある、このフレイムマンっていうこれ一体何屋さんなのかっていう問題があるんですけど、対応表によればちゃんとフレイムマンっていうね、意味のある並びになってるんですよね。それロックマンじゃんっていう話なんですけれど、一応フレームマンっていうのがありました。こんな感じでゲーム内文字を解読して、ゲームの中でね、どういう単語が使われてるのかっていうところを調べたわけなんですけれども、これによってですね、逆に謎も深まったんですよ。っていうのも、対応表は、ほぼ正確だともう確信を持ってるんですけれど、この対応表だとね、読み取れない文字列っていうのがたくさんあるんですよ。そこでですね、一つの新たな仮説が思い浮かびました。皆さんご存知の通り、プロジェクト無限は都市生成に AI を活用していて、通常では考えられない規模の都市をちゃんと自然な形で実装して、さらにはシームレスに建物に入ることができるっていうふうに言われてますよね。ただですね、それと同時に全ての建物に入れるわけでもありませんというふうにも言われてるんですよね。ということはですよ、これゲーム内文字でちゃんと意味のある看板を与えられてる建物、これがユーザーがインタラクトできる、入ったり、入った先で何かしたりとか、そういうことができる建物で、それ以外の意味をなさない文字列を与えられてる建物っていうのは、ただの建物なんじゃないかっていう仮説です。当然インタラクトできる建物っていうのはかなり作り込むはずなので、その看板に対しても、手動というのか何というのかあれですけど、ちゃんと意味のある文字列を与えてるんじゃないかなというふうに考えたわけですよ。これね、結構あると思ってて、っていうのも今回発見したこの単語たち、これね、コンビニ風のお店、コーヒーショップ、ライブハウス、ゲームセンターとか、明らかにね、その入った先で何かできそうな、そういう建物についてたんですよね。ただこのフレームマンっていうちょっと謎のお店があるんでこれフレームマンがなければもうこの仮説はもうほぼ正しいだろうと自信を持って言い切れるところなんですけれど、ちょっとフレームマンの存在がネックで 100% とは全然言い切れないですね。ただ十分可能性はあると思います。この仮説が正しいかどうかっていうのは新しい PV が公開されれば、より真偽に近づけると思いますので、そこを期待して待ちたいですね。はい。ということで、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。今回の動画がですね、無限ニストの皆さんを楽しませることができていることを祈るばかりです。私毎日集荷サイトに貼り付いてプロジェクト無限の新情報を探すをなので、私も無限楽しみだよっていう方はぜひチャンネル登録、そして高評価、コメントいただけますと幸いです。次回の動画はですね、おそらくほとんどの人が知らないであろう無限のホームページに隠された謎についてか、タフェのパンツについてか、どちらかを投稿したいなと考えてますので、こちらもぜひ期待してもらえればと思います。それではまた。